雑談です。リンゴです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、最近そういやリンゴちゃん見ないですね。どうしているんでしょうか。そんなことはさておき、昨日は何をしてたか、陣内くんの YouTube の撮影をしておりまして、近々公開されるとは思いますが、もう中のことにも言及、それ使うかな、どうかな、してる箇所がありまして、陣内君にツイートがバレましてねっていうのがやっておりましたんで、そっちも楽しみにしてくださいってことで、もう早速いきますか。見ましたですわ。真犯人フラグ12話目ね。もうどこ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 っと動いてきましたよ。何をどう話していきましょうか。大体のあらすじからいきましょうか。そうですね。まずね、先週の続きからってことで、菱田とバタコのバトルから始まりました。篤人くんの病室で2人が出会ってしまったんだからね。これ斉藤和義さんの曲ですけども、しょうがないだろうっていうね、バトルが始まりまして、片や包丁、片や、腕のギプスでね戦ってたんですけど、まるでコブラですよね。左手のサイコガンのようにね、コブラのようなギプスで戦ってるんですけど、そこをスパッと切られたらそこから仕込み刀みたいな、もうこうなったら座頭市ですよねみたいなバトルが繰り広げられて、結局2人はそこで初めて会って誰だと言って別れてしまうんですけども、別れていくというかね、一回隠れて、体勢整えようとした時に、お互いこう帰ってしまうんですけども、あれはねお互いが殺す気でやってましたからね。なかなかの、だからバタコ側からしたらやる気になるのはわかるんですけども、菱田は菱田でそこでね猛威を振るうというかね殺す気で言ってたっていうのがちょっと驚きでしたけど、そんなシーンから始まりまして、で市場の時でね、林が殺されたと連絡を川村の方から入れると、市場の時にいたメンバーねがみんな驚くと。立花君や特に二宮さんがねうろたえるというか、あわあわあわという顔をしておりましたが、そんなことがあって、でガソリンスタンドで警察が来るところを待ってると、川村がねひかりちゃんの監禁動画を見つけて、それを涼介に見せるんですけども、で涼介がまたそれですごく不安になるんですが、こうやって動画があるってことはまだ生きてるってことだと、励ますんですが、励ましになっているのかいないのかみたいな感じで、本当に狼狽しちゃってきていると。で、マリナがね、その後あれです、轟マリナが林洋一の遺体の確認に来て本人ですと。で殺害された時間のアリバイで言うと、マリナはお父さんと北海道に行ってたって言ってるんですけどね。車はマリナのものなんで、痕跡はマリナのもの以外なかったってことでした。で捜査本部と週刊追及でその林の殺害の事件のことを洗っているんですが、そこで新たな新情報としては出てこなかったんですが、包丁ですね。めった刺しにしてて、これは明らかに素人の犯行なんじゃないかっていうんですが、あえてそう素人の犯行に見せているっていう可能性もありますよねとは僕は思いました。っていうのも、僕は林をやったのはやっぱり強羅なんじゃないかなとは思っていまして、林が頼み事をしてましたよね。
あの写真撮ったの誰だってね、初めてゴーラが出てきた時に。で、そこで、じゃああれ頼むよみたいなんで、頼み事をしてたんで、それの報告なのか、打ち合わせなのかで、ところに、林の隠れてたところに来てたって言っても不思議ではないので、で、林がプリペイド携帯で、かけた電話番号っていうのも、これもしかしたらゴーラなのかもしれないなとは思いますね。まあ、そうですね。マリナ以外だったらゴーラしかないのかなとは思いました。で、光の動画のあれですね。出どころね、アカウントはもう元々の発信のやつはもう分かんなくなっちゃってて消されてて不明なんで、っていうことで出どころはちょっと分からないで、あれですね、ワイドショーで雫石がね喋ってましたけど、鬼奴さんがこれ字幕をオンにしてね、字幕というかあれをオンにしてみると鬼奴さんの役名が分かりまして、田丸さんという役ですね。いいこと言っておりましたね。いくらね相良さん涼介さんが疑われるからといってみんな攻撃しないようにみたいなことをね、すごくまともなことを言っておりました。ね、田丸さんという役で鬼奴さんが出ておりまして、で、これ一個ずつさらっていくと大変なんでそろそろ飛ばしていきましょうか。で、亀庵でいたずらで荷物がいっぱい届いていたんですが、まあやっぱり嫌がらせがまだまだ続いていると。そんな中、ちょっと飛ばしますけども、重要なね、篤人くんが誘拐された日に篤人くんらしく人物を見たという方からの、報告の電話が入るんですね、亀山院に。でそれ聞くと左足だって膝に怪我してましたっつって、でそれ警察発表もしてないことで確かに怪我をしてた、でこれは有力な情報だろうって聞くと、白い車に乗って行ったということがここでわかるわけですよ。で、それね、サッカーボールを持ってたか持ってないかね、電話してきた方も持ってなかったんで、あれが篤人くんじゃないのかな、でも服装は似てたってことで電話があったんですけども、サッカーボールの有無を再度山田コーチに確認しに行くと、確かに持ってたとは言うんですが、これどうも嘘くさいんで、でその後白い車に乗る篤人くんの映像も出てきて、運転してるのがこれね、パッと見は立花に見える男性なのかなって感じがしたんですけども、立花がひょいと来て篤人くんがじゃあほいと車に乗るかっつったら、これひかりちゃんとの関係を知らなければ、顔を知っていなければ乗らないだろうってことで、山田コーチだったらコーチなんでね、サッカー教室のだから乗るだろうってことで、僕は山田コーチじゃないのかなとは思って、男性であればねとは思いましたが、そんなことがありました。で涼介さんがね、でそんなんで、歩道橋から突き落とされたりとかね、危ないこともありの猫おばさんがね、こう盗撮されてるところにね、大変ねっつって、でオドがなんつったオドバンピリスムなんとかかんとかっつって、これ何かヒントなんだろうけどね、バンピリスムって調べてもねよくわからなかった。 FF11 の用語解説が出てきたぐらいで、なんか剣でしたね。バンピリズムっていうのはねなんかあるんですけども、ちょっとわからないですね。っていうのがあって、で、涼介との家に橘と二宮が来て、そこに菱田と鉢合わせてやって、菱田がこれちょっとねあっちこっちでバトルを展開しているんで、これ二宮がね山里さんって偽名を使ってマッサージしてたことをそこでついてきて、
でまあリンゴを剥くっつったら林くんを殺害したものと思われる包丁が出てくるわけなんですけど、これを誰がじゃあ仕込んだのかってことですよね。誰か鍵を持ってるのは菱田なんですけども、真帆をね誘拐した犯人も真帆の鍵を使えば入れるということで、だからこれは真犯人もしくはその手下の仕業であろうとは思いますが、どうなんだろう。もうそうだよな、山田とか膝の線はなさそうな気がするんですよね。だから林くんを消したいのはでもやっぱりゴーラじゃない轟なんで、現在の社長ね。だからそうですね、ゴーラが誰かに頼んだが、ゴーラがでもサッカー教室で車でね近く通ってたんで、ゴーラ自らってこともおかしくないのかな。でもじゃあゴーラが鍵を持ってたのかって、ピッキングぐらいはできるだろうか、とか思いながら、そんなことがありまして、で、大きなところでいくと毒リンゴじゃない、毒入りのお茶ね、バタコが、毒を持って、凌介さんを殺害に動いたわけですが、これ渋滞でね、まだ死んではいませんが、殺しに来た。しかしこのバタコの存在は誰にも分かっていないというかね。でそんな中、その帰りにですわ、プロビンが入信をしてね行くと、夜でしたけどもね、たまたま輝きの世界の前にバタコが居合わせて、そこで入信したいんですけどもつってがっちりカメラで撮られてると。でそれが来週以降プロビンが暴いてくるんだろうと。だからね、僕が一部の終わりでね、プロビンがこれ後半はヒーロー的な扱いというかね、プロビン自身はこう分からずにいろいろやってるんですけども、プロビンが結構確信をついて、結果的にこうヒーロー、これが謎を解いてくれたみたいなヒーローになるんじゃないかなと僕は睨んでるんで、いいもんになるというかね、と思ってるんで、そんな動きを感じますね。で、大体そんなことがあって、でですよ、新たな謎というかな、バタコがまずなぜ篤人君が凌介の子じゃないと知っていたのか問題っていうのがまずありますよね。同じように私の子供も入院しててみたいなことで近づいていくんですが、そこで毒を飲ませた後ね、自分の子じゃないのにみたいな発言があったんで、なぜそれを知っていたのかですね。だからバタコは多分冷凍遺体の冷凍遺体がやっぱバタコの子ってことはありえるか。なんでですね。で篤人くんと勘違いしてたのかとかわかんないですけどね。で何ですか、あれですね、重要なところでいくとDNA の鑑定がね、凌介さんが一応容疑者として林殺し容疑者というかね、参考人として、連れて行かれた時に家宅捜査に入られて、で DNA の袋を押収されて警察側が確認してたと。で凌介さん問い詰める時に出すんですが、これ封が開いてたからてっきり見てるもんだと阿久津刑事もね言って出すんですが、これ凌介さん知らずにそこでびっくりしちゃうっていうのがありましたけど、これだから結果ももしかしたら菱田が入れ替えてる可能性もあるし、菱田はおそらくあれ見てるでしょうという感じはしますよね。だからあれが本当の結果なのかっていうのもちょっと微妙といえば微妙というかね、結果違いましたって言われても、じゃあ時菱田が入れ替えたんだっていうのはあるんで、それはちょっとね最後まで分かんないかもしれないですね。であれですね、橘が異常に
真帆に執着するんですよ。真犯人は真帆じゃないかと異常に執着してて、それを毎回川村とそれから日野、含め涼介にたしなめられるんですが、これ立花ちょっと執着しすぎてるのはちょっと引っかかりますね。っていうか、そっちに目を向けたいっていう動きをしている可能性もちょっと今のところね、立花が真犯人なんじゃないかっていうのが出てますが、有力なね、僕は真犯人は結局元木なんじゃないかっていうね、だからドラマ的に生駒ちゃんが真犯人でしたっていうのが盛り上がると思ってるっていうだけの根拠なんですけど、ただやっぱりね、誰かに電話して指示を仰いでいるというか結果を報告してたりするんで、元木が真犯人ってことはないとは思いますが、かなり真犯人に近いところで動いてる。で、ひかりちゃんのね、最後に血を抜くシーンで終わりましたけども、ですね。だから真犯人じゃあ誰かっつったら、これ散々日野が何にもしてなくて怪しいとかはね思ってましたけど、あまりにも何にもしてなさすぎるんで、これ日野だった場合そんな結果ずるいよって感じちゃいますからね。なんで日野これちょっとないなって気がしてきましたね。ってなるとやっぱり魔法なのかなっていうのはね思いますね。林をやったのはね立花魔法なんで立花の振る舞いとかねですね。そんなところが12話の大きな流れでしたが、これまたね、YouTube の方では、書き加えた相関図をね、赤でこう見やすく書きましたんで、それを見ながらね、皆さんも考えていただければなと思いました。あとね、あれか、望月ときよちゃんが望月がやっと中に入れてね、13キロの荷物ってあれ何だったんだろう、リンゴなのかなが届いて、電話番号を渡したんですが、それが菱田に見つかって出ちゃダメよと言われて、だからやっぱり篤人くん関連に関してはなんか菱田山田が深く関わっていると思いますね。なんで篤人くんが車に乗ってた運転手はだから山田だろうなって気はするんですよ。で、ひかりちゃんに関してはこれちょっともともと僕も3人バラバラの事件が同時に起こっているんだろうなって。で、お互いの犯人がそれぞれの、失踪なり誘拐なりを利用してね、攪乱しているんだろうなって気がするんで、ですかね。だから真帆とひかりちゃんも一緒にはいないんだろうなって気はしますが、ただ真帆が輝きの世界の信者だとすればですよ、それはちょっとわからなくなってきますが、となるとやっぱり真帆が犯人で篤人君は別口でさらわれてたのか、事件になってしまったのかという感じなのかなというのが12話を見ての感想というか考察というかでしたね。ちょっと随分長くなる。これねやっぱり時間足らないっすよ本当にね。あれを言いたいこれを言いたいってなんでぜひね見逃し配信ありますんで見ながらここおかしいんじゃないか、あれどうなんだっていうのを考えてね楽しめるドラマでありますんで、ぜひご覧になってくださいと。オドバンピリスムね、魔王の娘がって最近言わなくなりますよね。そんなんやっておりましたんで、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。